You give me something. How do I get this bad? 僕はもともとミュージカルも好きですし、劇中歌がかかるような作品を見てきたのは多かったんじゃないですかね。マクロスもそうですよね。推しの子の一期からそのエンディングも先行するじゃないですか。曲が月収になるっていうことは別にやってきたことなので、平巻監督からの要望、感情の流れとしてのこうしたいという要望がありまして、同情、愛情、感情、庇護など両者を思うさまざまな気持ちと、それが相入れないことのお互いの寂しさ。でもその決別してしまう理由がお互いがお互いのことを思っているからっていうこの辛いシーン。ただこれどの曲もそうなんですけれども、ただ聴きやすいものにするんじゃない何か違和感が欲しいなっていう風な思いがあって、だからこの曲もバラードではあるんですけど、普通にこう安心できるような構成ではなく、安心できるかなと思ったらばできない、あれよるべない感じっていう風なアプローチを目指して作ってます。こうお互いがこう心情を吐露するというか、本当のことを明かし合うようなところだったので、やっぱりちょっと1曲目と同じような考え方で、そこで全て明らかにされてない余韻みたいなものをこう救い取るようなイメージで書きましたね。英語の発音とかの T とか S とかそういう細かいところをなんかちょこんと最後に添えてあげる感じとかがお嬢らしさ、なんか繊細に一つ一つの英語の発音をしていくのがお嬢らしさかなって思います、今回の曲。ワクワクはもう止まらないんだね。私は君を救えなかったんだ。エゴでも何でもいい。救ってあげたかったな。4曲目の平巻監督からのオーダーとしては、やっぱルビーの孤独、心の闇、怒りの激しさ、それが浄化されるが、反対にアクアは闇に落ちていかなければならない寂しさもあるというシーン。救いと覚悟を表現したい。一期で作った愛が死んでしまうシーンのために作った曲のモチーフを取り入れています。真の意味でこの作品の中での愛情というのがこう確認できるシーン、今回なのかなと思うので、そのモチーフを使ってもっと深い人間としての愛情っていうのがあるシーンなのかなと思ったので、そのモチーフを取り入れてます。五郎っていう、前世の名前ですよね。五郎であるっていうことが、明かされるシーン、もっと強い愛っていう光があって、そこで話がスタートしているしずっと進んでいるんだけども、実はルビーにとってはもう一個光がずっといたっていうことを、これがもう一個大きなテーマになっていると思ってて、あなたは光っていうことをテーマにして、いてもいなくても自分を照らしてくれるもの、つまりそれって実際に眩しい、目に見えた眩しいものではなくて、なんかこう自分の強くどこかでいてもいなくても支えになってくれるものっていうことを、一つ考えていて、なんかそういうものって何だろうっていうのをテーマにいろいろ詩的に広げていったというのが4曲目だったと思います。だってママはアイドルは嘘で、愛とお前は違う人間だ。もう愛の幻影を追うな。お前はお前の人生を生きろ。基本自分が作る時は結構ロジカルにものを考えがちで、こういうシーンだということはこういうアプローチをすればきっとハマるはずだとか、特に歌物とかメロディーを大事にする場合の曲はそこもバランスですけれども、その感情のままにとか
こうした方がいいだろうなとか、そういう計算を抜きにして考えた方がメロディーとかは多分人間のなんかプリミティブなものが出てくるのかなと思うので、だから今回はあまりこういう風にした方がいいはずだなみたいなことは少なめに考えながら作りました。Your light, if you are here now, every night I want you to say my name before I cease to be myself for me. You'll be my light. 我々オシルトチームから4曲歌っていただいて誠にありがとうございましたというこちらをお納めいただきたくありがとうございました。お疲れ様です。